こんにちは、斉藤直樹です。今日はですね、夏目さんちに来ております。夏目さんちのげんさんとさやさんです。よろしくお願いします。お願いします。1年半ぶりですね。いや、そうなんですよ。はい。お子さんが生まれる前に。そうなんですよ。ちょうど来て、それからね、またコラボしましょうっていう風に言っていただいて、今日来ることになりました。そしてですね、今日はお二人にお願いがあって、お願い来ました。僕ですね、絵を教えてほしいんですよ。何言ってんですか？意味わかんないですよ。斉藤直樹先生が絵を教えてらっしゃるじゃないですか。教えてほしいんですよ。今社会説法って出てきた。いや、説明させてください。僕ですね、1年半ぐらい前かなにアナログイラストを描き始めたんですよ。もう今アクリル絵の具とかですごい素敵な作品。でかいキャンバスとかに描かれてるの。で、まあ徐々に慣れてきたんですけど、アクリル難しくないですか？だって描こうとしたら、あれ絵の具どれ使えばいいのとか、紙どうすればいいのとか、そのレベルから全然わかんなくて、その一方でゲンさんとさやさんはアナログイラストすごい描かれてるじゃないですか。描いてますけど、でもさやはすごい水彩画をやってるんですよ。そうですね。私は透明水彩はよくやってるんで、紙が大好きです。妖怪みたいな。紙が大好きですって。ゲンさんはなんか一発書きとかすごい得意そうなんですよね。でもなんか僕は基本的にはなんかそのデジタルでいつもそうなんですよ。基本的にちょうどあるんですけど、この iPadばっかり使ってるんですよ。そうなんですね。そう、基本 iPad で書いてるんですけど、ただなんかその動画的に書くときにやっぱなんかアナログのがいいなっていうのが、動画でこうエンタメとしてやるときにやっぱ見てて楽しいのはアナログのがフィジカルでこう楽しいなっていう、ワクワクする感じあるなっていうのでやってはいるので、なんか僕はどっちかというと落書きなんですよね、アナログが。なるほどなるほど。作品じゃなくて、そう作品制作にあんまりアナログを使わないんですよ。そうなんだ。いや、僕なんかその動画見てて、こういう壁紙とか、あとはその寝室のなんか落書きしちゃいましたのみたいなのを見てて、でゲンさんがなんかジェスト塗ってなんかスプレーアートやりますシャーってやってたじゃないですか。この人めっちゃできると思って。全然できないですよ。逆になんか何も特殊画材が好きなんですよ。そうなんです。遊びたいんですね。そうですね。そうなんですよ。だからどっちかというとそのお仕事とか、あとはちゃんと描くぞっていう時の絵はやり直しが効くデジタルを使うことが多くて。それはそうですよね。そうなんですよ。でなんかこう絵が楽しいみたいな、なんか上手い下手とかどうでもいいやみたいな変な言い方ですけど、っていう時のテンションで描く時はやっぱアナログっていうことなんで。なるほど。逆に言うと先生に教えてほしいぐらいで。じゃあなんかでもですね、なんかそういうちょっとこうチート技的なことも教えてほしいんですよ、僕は。なんかこうやったらお手軽にいい感じになるよとか、面白いよみたいなところから教えてほしいんで、ズルみたいなところ。今日はですね、お二人にね、これをやったら結構役に立つよとか、いい感じに仕上がるよみたいな、まあそれこそズルでもいいんで、こうやったらちょっと面白いよ、面白い効果があるよみたいなことを教えてもらって、で僕がねそれを受けて、そのテクニックを使って最後にちょっと仕上げてみるみたいなことをやってみたいなと思っております。じゃあ頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。僕はあれか、僕は最後に頑張ります。まあ多分ね見ている皆さんもこんなことできるんだっていうことで取り入れていただきやすいと思いますので、ぜひ皆さんも最後まで楽しんでください。ということで今日はお二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。頑張りましょう。頑張ります。いや、この部屋ですね、すごい気になる画材というかグッズがすごいあって、ちょっと聞いて見ていきたいんですけど、あるかな、先生が。いや、もうこっからすごい気になりますけどね。確か無印かどこかで買ったボックスにひたすらいろんな時に買ったやつをもう雑に入れてると思うんですよ。こうやって入れてんだ。棚にこうやって入れると楽かもですね。こっちもすごいなんかツールがオリンピックですね。めちゃめちゃあるな。洗濯が落ちる墨汁。これ本当の墨じゃなくて黒なんですけど、水とかで溶いていくと青っぽい色だったり赤っぽい色が出たりするから、僕液としてはあんまり使いづらいらしいんですけど、絵で描くとめちゃくちゃかっこよくなるっていう、なんか面白そう。なんていうの、分離絵の具みたいな色になるんですよ。そうそう、なんかにじみ方がじわーっとこうじわっとした部分が青くなるみたいな感じでちょっと面白い。これなんですか？これですか？これ世界一鮮やかな水彩絵の具っていう触れ込みしてたんで面白そうだから買ってみたんですけど、時計水彩みたいな、こんな感じですね。そう、これがちょうどそれで、これ本当だ、すごい鮮やか。すごいなんか水彩絵の具なのかこれみたいな、なんかすごいかっこいいギャンギャンした色が出て、すごいですね。水彩絵の具って結構淡くなるのがいいけど、これ一度塗りなんですよね。一度塗りですね、ほぼ。これこれ何これ？これも同じメーカーなんですけど、海外から輸入してるやつで、すごい色のオレンジで、
この時点でちょっと目に痛い。そう。目痛いじゃないですか。目に痛い。これ紙の上に乗せるともっと目痛いんですよ。なんか見えますかね。カメラ越しだと伝わりにくいんですけど。でもなんかカメラ越しだとちょっと落ち着いた色に見えるけど、すごい。そんなことないですよ。ハレーションがすごいなんかもう白とのとんでもないですよねこれね。すげえ。これかなり面白いっていうか、これ遠くから見た時もめっちゃなんか目いったってなって、なんかバキバキっとした色なんですよねこれ。斉藤直樹先生が描いてるアクリル画に1個ペーンと入ってたらめっちゃ。はいはいはい。なんだこれは。これはアイス絵の具って言って、なんかメタリックの冷たそうな色。こんな感じですね。おお。これもあんまりあれですね。メタリックな感じ。だいぶメタリックね。へえ。ちょっとオレンジと。オレンジと。オレンジと混ぜちゃった。これは絵の具になっちゃったゲンさん。ゲンさん。こんなことになっちゃって。ゲンさん。ピンク色なのがまた嫌ですよ。ゲンさんこんな色してたんですね。これ僕なんかペンテルさんからもらいましたこれ。どうですか？これあれかもしれない。これ斉藤直樹先生が X でポストしてましたよ。そう。それ見て買ったんですよ。そうなんだ。それ見て買いました。なんか面白そうと思って。ペンテルさん良かったですね。そして皆さん見てください。絵がこれはあれですよね。キャンバスプリント。そうなんです。これ多分うちの視聴者の方だったら見たことある方いると思うんですけど、一回東京タワーコラボの時のキービジュアルを一部を拡大してキャンバスにプリントしてるやつなんですよ。でそれになんか理由があって、やっぱアナログイラスト、さやがアナログイラストなんですよ。基本的には原画の展示はさやはできるけど、僕は原画の展示するものがあんまりない。実際じゃあみんなでイベントあった時にさやだけ原画あって僕が原画ないっていうことが多いんで、それなんか寂しいなってなって、でもどうしよう、会期まで時間がないぞ一旦線画をプリントだっていう、なんかそこから始まりましたね。じゃあ一回プリントしてそこから着彩していくことでちょっと時短になるんじゃないかっていう技ですね。ただこれも下に置いてるだけで、この上からまた黒ペンで結構ペン入れもし直しちゃう。なるほど。いいですね。これちょっとさっき言ってたズルかもしれない。なんかゼロから始めるのはね、なかなか気が重いけど。一回もうデジタルで線画はもう作っちゃってるんで、それの線画だけを取り出して、ここにプリントして、で、この後ろとかはアクリルでペターって塗ったり。これちなみにキャンバスプリントするときっていくらぐらいかかるんですか？これすごい、めちゃめちゃ。1000いくらとか。そんな感じでできるんですね。2000円とかそんぐらいですね。メーカーさんにもよると思いますけど、なんかそのプリントするっていうのめっちゃ良くて、水彩画の用紙に水彩、そういうのもできんだ。キャンバスじゃなくて。水彩画をちゃんとやる人って鉛筆で残す人多いんですけど、僕結構僕線画があってほしいタイプ。なるほど。じゃあしっかりと鉛筆じゃなくてペンでやる場合にはいいと。しかもデジタルで何度もやり直して線画を作れるっていう、ちょっとそれもずるっぽいんですけど、アナログに対しては。でしっかりもう作った線画をプリントしてそれを塗るみたいな。水彩紙プリントは結構印刷した線を絵の具が弾いてくれるんで、本当に線がくっきり残るんですよ。実際はなんか水彩絵の具で塗るとやっぱりちょっとね、線が消えちゃったりとか薄くなっちゃったりとかはあるんですけど、そういう線はっきりしたいけど水彩絵の具で塗りたいって人は結構水彩紙プリント。面白い。水彩紙持ってくとやってくれたりとかするんで。ただ水彩絵の具で溶けるインクがあるんですよ。そっか。だから塗り重ねられないこともあるんだ。顔料インクだったらいいんだっけ？やばい、ちょっとごめんなさい。ちょっとこの辺印刷会社さんに溶けないやつにしてくださいって言って、この後何々するんで水で溶けないやつにしてくださいって言うとやってくれると思います。多分顔料インクだったら大丈夫だった気がするんですけど、ちょっとごめんなさい、確認してみてください。それ難しいですね。でもそういうとこがあるから、線画で使ったインクと塗りで使う画材の相性が悪いと。いや、なんかそれで言うとこちら、これさやさんのこれめっちゃ途中のやつ今書いてるやつ。まだ全然途中だよ。いや、なんか何パーぐらい？何パー？20%ぐらい。20%いってるかな。いや、めちゃめちゃ繊細な色で、線もなんかすごい淡い感じで描かれていて、めちゃめちゃ素敵ですね。ありがとうございます。いや、これ多分後ほどご紹介もするんですけど、これは鉛筆でデジタルで作った線画を画用紙に鉛筆でトレースして、それを練り消しで1回消して塗り始めてるっていう状態で、すごい。果てしなく線画をめちゃめちゃ薄くしてから塗るっていう、さっきと言ってることが真逆の方法でやってます。確かに。僕はさっき線画をくっきり残すからプリントするとか言ってたのに、さやはなるべくもう鉛筆の線画すら薄くしたいっていう。で最後に水彩画
とか水彩と色鉛筆で線画を入れ直すっていうので、なんかいわゆるデジタルでやってる色トレスっていう、線画色トレスをもう色鉛筆と絵の具でやるっていうののために色鉛筆元の鉛筆の線を消すって言ってます。だからこんなにもう溶けてますもんね、この辺とか。もう線が溶けてるみたいな感じになってて、塗ってる時も私何に対して何を塗ってるんだろうなってくるんでそう、遠くから見るともう本当に線の存在が分かんないぐらいの、ちょっと待ってください。これそれはちょっとなんか斉藤直樹先生のチャンネルに移すのはこれなんですか？よくない。ちょっとゲンさんこれなんでもないんだ。これ絶対レアなやつですよ。それ超レアね。これは何ですか？これ僕が多分18とかの時ですね。18と見て。ゲンさんの18歳の時の絵。18？どこにも出してない。どこにも出してない。多分これ。これもう完全に寺田克也じゃないですか。寺田先生の大演を見た時に、めっちゃかっこいいですよね。ってなって、だからこれ画板になんか落書きしてたんですよ当時。すげえ。なんか大学生の頃？ちょうど大学生入ったぐらいの時ですね。めっちゃなんか驚いてる人がいる。なんか当時その漫画も描いてたんで、なんか漫画のキャラクターっぽい顔となんかそういうタッチじゃないやつとか、ここに書いちゃったのね。もういろいろなんかね、眠くなると書いてたとかやってました。恥ずかしいですこれは。レアもので非常に恥ずかしいです。ありがとうございます。10年以上前の。ごちそうさまでした。これは何なんですか？これは結構これね面白いんですけど、このペベオっていうメーカーのインクなんですけど、なんかすごいなんて言えばいいんですかね、透明なフィルムみたいになる絵の具なんですよ。へえ。結構面白いんですよね。それがすごい特殊なインクだから、なんか筆もこういう特殊な液とかで洗ったりとか、ちょっと膜みたいなのができて、そうなんです。でちょっとこれで描いた絵が原画展で出払ってあっちに行ってるんで、ちょっとなんか上からバーニッシュかけたみたいな感じになる。でもそうですね、ツヤツヤした感じの、ちょうどこの後ろのこの感じですね。割れるんですよね、こうやって。こういうなんかこう鱗みたいな雰囲気も出たりとかして、面白い。ちょっと質感が出るんだ。これすごい気に入ってます。あんまりこうたくさん使うことはないんですけど、結構好きです。これも海外から。これはちょうど画材屋さん、ピグモン東京さんっていう画材屋さんが天王ザイルかなにある画材屋さんに行って動画撮った時に買わせていただいたんですけど、これをむしろ使っていただきたいかもですね。なんか斉藤直樹先生にちょっと試してみよう。ありがとうございます。いろいろ見せていただきました。はい、それではお願いします。はい、ちょっと今回なんとこれ斉藤直樹先生が線画をご用意いただいてるってことですよね。僕が描いてきました。で、お二人ともですね、同じ線画で、ちょっと薄いですけど、こっちは鉛筆画ですね。そうですね。これは斉藤直樹先生がいただいた画像を画用紙にトレースして、鉛筆でなぞったのを練り消しで消して、その後に水張りっていう作業をした後のやつなんで、だいぶ薄めです。いやもうそっからすごいですよね。なんか水彩用紙をこの木製パネルに水張りしてるっていう。そうなんです。すげえ。水彩ってやっぱ水で画用紙そのままやると、ふにゃふにゃになっちゃうんで、そう、先になんかもうびしょびしょにして、それを乾かすとちょっとこう、にじみも良くなるし、紙も強くなるんで、その作業を、やってから参りました。めっちゃ勉強になります。もうすでに勉強になってます。そんな。僕の方はもう、先生が描いていただいた、原画ですよね、これね。原画に行くんだね。やめろって。やめてよ。いや怖いですよこれ。いや人に描いてもらった線画をなんか上から塗るってなかなか怖いと思うんですけど。レアな経験ですこれ。もう好きに上から潰しちゃってください。上から潰せないですからでも頑張ります。ちょっとありがとうございます。光栄です。で今回ね30分っていう制限時間を設けてですね、その中で使えるテクニックみたいなのを教えていただければなと思っております。あるかしらそんなの。あるかしらそんなの。行きましょう。でもとりあえずなんかサクサクっと。はい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 。もう一旦色はのせちゃおうっていう感じ。最初にちょっとコピックで30分しかないとなんか覚悟決まりますよね。これは線画は今先生は何で描いていただいたんですか？これはですねアクリル絵の具ですね。なるほど。アクリル絵の具で線画を。そうですそうです。なるほど。若干にじむのかな。ちょっとにじむかも。でもこれは鉛筆か。鉛筆かもですね。それか色紙の特性の可能性もあるのかな。どうなんでしょう。頑張ってくれたまえよりんちゃん。恐ろしいですねこれは。すごい目を青く。は
はい、まずこれマスキングしてます。お目目を。そっか、これ色じゃなくてマスキングなんですね。はい。マスキング液。マスキング液。すごい。大好き。大好きだけど、この作業をやってる時が一番虚無ですね。ちょっとやってみたい。そう、こんなに塗ってるのに全然進んでねえやっていう気持ちになる。このマスキング液って水で薄めてたりするんですか？はい、私は水でちょっと薄めて使ってます。そうなんだ。ケンさん早っ。いやもうなんか30分しかないからとりあえずまずは勢いでいこうかなと思って。いつも落書きしてるテンション感だったら30分かなと思って、本書きをするというよりはなんか楽しくいろんな画材をギャンギャン使っていこうみたいなやつなんですけど、ちょっと試しながら、こうなっちゃったみたいな感じのテンションで。でちょっと一回席を離れるんですよ。ねえゲンさん、そこにドライヤーがあるのでドライヤーをコンセントにつないで僕に渡してくれないか。知られてるこの制限時間がないの。ありがとう。私は今ドライヤーがなかったらこの制限時間がある中でさ5分待つとかいう謎のあれが発生するかった。マスキングを乾かしております。マスキングを乾かしております。そのマスキングでこの声が入らない横でやめてーやめろよ。これなんだこれ。もうコピックインク直でぶっかけてます。すげえ。なんだこのテクニックは。これ結構でもコピックの作家さんとかやってる人見てて楽しそうと思ってやってるっていう感じですね。コピックインクを筆を通さずにもう直でそうなんですよ垂らして指で鳴らしていくんだ。そうただこれちょっと紙がコピック用の紙ではないからちょっと毛羽立っちゃうかもって感じなんですけど色紙なのでこれ一応ねジェスト軽く塗ってます。本当ですか？むしろジェストの上にコピックはやったことないかもしれないです。確かにあんまりこう紙にかかるとかも気にせずにやった方が楽しいですね。面白い面白い。これいいっすね。これ結構ムラが出ないんですよあんまり。とか言いながらちょっと割れてるんであれなんですけどコピックとかコピー用紙とかにやってる時はこの割れもあんまり出ないんで、むしろでもこれあれですね、割れが出てて面白いですね。面白い。やったことないことばっかりですね。さやさんの方は水彩ですね。はい。水彩絵の具を乾いたやつを置いといて、それを溶かしながら。はい。もう基本的にずっとこのパレットはこの部分に普段よく使う色だけは置いといて、それを水で溶かして毎回利用している感じで。いちいち洗わないんですね、これは。洗わないです。でもここの部分はよく拭いたりはするんですけど。そう、だからこのレベルでわかんないんですよ。描ける人ってこうやってやってるんだ、みたいな。でも多分ちゃんとやってる方もいると思うんですけど、でも多分ここはよく皆さんこう出しっぱなしで、はい。ここは多分ちゃんと掃除した方がいいんですけど、こうちょっと性格が出ちゃって大変お恥ずかしい限りで。なんか上から先生がもうどんどん載せていいっていうので、ちょっと今回はいろんな人に怒られる覚悟でもう上からいろいろ載せちゃおうかなと思って。載せてほしい。なんかパーツも書き足していいですよ、なんかっていうこともいただいてたので。ぜひぜひ。ピンク紙いいですね。ちょっとピンク紙にして。でも僕あれなんですよね。落書きしてるとここからまた上から違う色入れて、やっぱやめたとか全然やっちゃうんで。で、塗り重ねみたいなので、ちょっと違う色にしていったりするんですね。時もありますね。アナログって結構なんかやり直し効かないような、イメージあるじゃないですか。ありますね。もうそんなイメージじゃないんですね。そんなイメージじゃないですね。それって言うと、ここにあるやつがもうまさにそれを体現してるかのこれアクリリックマーカーって言って、これもうアクリルなんで潰れるんですよね。線が。わかるこれ。線が潰れちゃうんですよ、こうやってやると。すごい。だから、線がなくなってる。これ怒られるやつだなと思って。これ面白い。自分でやる分には全然いいんですけど、これ斎藤直樹先生の線画やるこっちゃねえなっていうのはすごい思ってるんですけど、ちょっとごめんなさい。いや、スピード重視でやっちゃいます。やってほしい、これ。気持ちよさそう。楽しいんです、でもこの画材。筆で、しかもアクリリックインクなんで、アクリル絵の具めんどくさいけど、アクリルっぽいのやりたいなっていう人にはいい画材かも。これいいですね。今のすごい面白い。なんかこの緑を溶かしながらオレンジを塗っていく。ちょっと少し混ざったりもするんで。すげえ。だから緑失敗したと思ったら上からもう潰せるんだこれ。そうなんです、結構。すげえ。ただそんなに綺麗にはいかないんで、やっぱ落書きって感じにはなっちゃうんですけど。でもなんかちょっと失敗したところもちょっとこう重ねることによって解像感高まるというか、なんかいい味になっていきますよね。そう、なんか味でごまかせるっていうなんか感じはあるんですけど。アナログ。全然味が違う。ふわーっとした優しい感じの。本当だ。それの方全然違う。全くなんか違う人みたいですね。なんかゲイさん赤から始まったんで赤から始めてみて、全然違う感じになりました。すごい。なんか絵本に出てきそうな。ちょっと強気な女の子を描いたんですけど、すっごい優しそうなお姉さんになってきた。画材の URL をちょっと、ぜひ Amazon で多分買えると思う。概要欄に載せておきますので、
みんな買ってください。あ、黄色の発色もすごいいいの。いいですね、これ。あんまり普段使わないんですけど、今、たまたま手に取って。いいですね、とか言って。お前知らねえんだ、みたいな。お前そっち側なんだって。僕と同じ側でしたね。あんまりこの色そういえば使わなかったんで。あと何分ですか？13分しかない。13分30分って書いてると一瞬ですからね。一瞬ですね。これはアクリル絵の具。これは普通にアクリル絵の具ですね。リキテックスのアクリリックプラスっていうなんかめっちゃ早く乾燥するやつです。アクリル絵の具はもう本当に乾燥しますよね、すぐに。そう。その中でもさらに乾燥しやすいやつですね。本当に申し訳ないんですけど、線画をちょっとだけ潰させていただいて。かなり隠蔽力があるやつですね。黄色で比較的まだ、黄色の割には消せてるって感じですね。なんか黄色って、大体はなんか透けちゃうんですよ。ですね。下が強いと透けますね。これはなんかすごい、ちゃんと隠してくれる。まずいぞ。乾け水彩絵の具ってスピードむずいよね。全然スピード線に向かないね。あ、でもなんか、このにじみとかすごいいい味が。はい。このにじませるときって水を多めにやって、なんか結構水の分量むずくて、綺麗にやりたいときはちょっと水そんなに多くして、こういうちょっと模様を出したいときみたいな感じはちょっと多めにやるとなんか絵の具がどこにいようか迷ってくれるんで、でなんかこういうなんか白く抜くところも、なんかもう筆でなんかやりたいところだけこう塗って、なんかなんていうんですか、とりあえず抜くってなんか。まあ塗らなくていいかってなっても、こうやってこう縁を勝手にとどまってくれて濃いめに出てくれるんで、これがもう勝手に模様になってくれるから、そんなに塗り込まなくても模様になるしっていうのがすごい楽しくて、私もあんまりこういう塗り方しない。水彩画で厚塗りしたい人なんで、私は。重ねていってますもんね。さあめちゃめちゃ重ねますね。楽しいゲンさん。よかったじゃない。楽しい。でも怖いね。終わらない気がするよ、私。だってさ、線画してないんだよ、ほら。やばない？ちょっとね。これやばないんだよね。このマスキングはどうやって、いつのタイミングで剥がすんですか？あ、もう剥がしても大丈夫なんですけど、なんとなく髪の毛を塗りたくて塗ってるって感じで。多分目元黒入れるんで、黒強すぎちゃうんで、その前にこの黒の下にのせられる色をに置いてからっていうイメージで。じゃあそのマスキング剥がしてから、ちょっとその影入れて、で、最後に黒を入れていくみたいな。はい、そんな感じです。こんなに全然違うテイストになるんだ。確かに。全然違う。僕たちでも真逆ですよね、結構。性格も真逆。理論武装の夫と、フィーリングでしか生きないよ。バランス取れてますね。これは、ゴムヘラ。ゴムヘラというか、なんか、この剥がすやつではあるんですけど。ラバークリーナー。あ、そう、それです。ラバークリーナー。それを私ずっとこれ、ゴミって呼んでるんで。ゴミみたいになっちゃってるね。ゴミみたいになっちゃってるから。これで、剥がしていくんだ、こうやって。剥がして。あー、綺麗に剥がれる。すごいすごいすごい。気持ちいいですよね。気持ちいい。綺麗に白抜かれてる。やっちゃった。乾いてなかった。これどうするんだろう。急ぎすぎた。こうやって濡らして。いや、でもこれちょっと、しんどいな。やっちゃった。ちゃんとね、乾かしてからやる。そうなんですね。マスキングインク基本的にそう急ぐと。ね。これ1分で一気に終わるっていう。1分魔法が。お客様の中に時間を止められる方はいらっしゃいませんか？すいません、45分いただいた方がいいですか？いいですよ。待って、焦りすぎ。慌てるな。落ち着け。落ち着くのだ。まだ慌てるような時間ではある。慌てろ。もう11秒しかないっていう。延長に入ります。ちょっとだけ延長させていただくことになりました。陳謝。自然に。制限時間止める手早いです、僕。あ、すごい。綺麗なグラデーションが。うわー。そうか、これだから水彩用紙だからってのもありますよね。これできるのが。そうなんですよね。紙だ。確かに紙って大事ですね、そう考えると。いや、もう私なんかもう自分家の動画でもよく言うんですけど、水彩絵の具は100均のとかでも全然なんですけど、水彩紙だけはちゃんとしたやつを選ぶと、選んでほしいって。そうですよね。だってこの紙で、こっちの紙でできないですもんね。ああ、でも確かにそうかもですね。さやのやつ。ちょっと厳しいかも。そっか。みんな紙だよ。来てください、紙沼に。紙の沼はいいんですよ。ちなみにこの紙ってなんていう名前なんですか？
私が使ってるこの紙は、アルシュっていう。アルシュ？はい。結構いいやつです。いいやつ。結構水彩画家さんがよく使ってらっしゃる紙の一つで。おいくらぐらいするんですか？私はちょっと束で紙のペラで買っちゃうんですけど、でもブロックで何枚だっけ、20枚ぐらいのセットで1万円ぐらいします。すごい、結構する。はい。20値段しますよね。めっちゃいい紙だったかな。ちょっと最近値段が上がっちゃったのもあって、紙がどんどん高くなってるんですよ。そうなんです。でもなんかいい味出ますね。そうなんです。この紙はとってもおすすめなんですけど、でももっと安価ですごいいい紙もあるんで、よかったら。紙ってなんかすぐ破れそうじゃないですか。丈夫だったりもするんですか？そうですね。グラム数があって、それで多いグラムを選ぶとやっぱ紙の厚さが出て丈夫になりますね。だからそういう展示用に書くときにはグラム数結構上げて。そうですね。というかでも私は全部同じグラムですね。そうなんだ。はい。楽しいですよ。いやでもこの味が出せるんだったらちょっと試してみたいって思っちゃいますね。あれ今何分経ったのかな？これ良くないね。全然わかんない。設定もしていないんじゃないかな？ちょっとなんだ。あとさ、目算何分？難しいことをおっしゃる。15分足しておけば大丈夫。塗った時の味を最後まで残すところと重ねていってなんかちょっとこう違う色にしていくところの計算が難しそう。なんかもうあなたはお水が行きたいところに行って好きなところにとどまるくださいっていう時とここはでもちょっと水の雰囲気消して、なんかこうなだらかにしたいなっていうところをコントロールしないと。なんとなくでやっちゃってるんですけど。なんかこう言語化したことないんだよな。確かに。うちあんまりこのお絵描き講座とかもできるレベルのものではないみたいな気持ちもあるんで、全然やったことがなくて、だからなぜここにこれをしているのかって自分でもなんかなぜしているのだろうなっていう気持ちになっちゃう。でもわかります。基本そうですよね。なんかやりたいからとか、その時の気分がそうだからってやりますよね。そうなんですよね。これ可愛いと思ったからやって、なんかやったー可愛くなったみたいな感じなんで。あとなんか前にこんな感じでやってうまくいったような記憶があるからちょっと今回もやろうかなみたいな。そんな感じですいつも。でもなんかそういうのって後々考えてみると言語化できるものなんですよね多分。なんか理由あるんですよ、きっと。結構いつももその講座の動画とかを作られてる時も、後々これはこういうことなんだみたいな動画を作っててそうなることってあります？あります。っていうかそんなのばっかりで。そうなんですよね。なんか僕やってることも多分お二人と同じで、なんでやってるのか全然わかんないことなんですよ。だけどあれってなんでやってたんだっけって自分でなんかその考えながら人に説明するような感じで、記憶を呼び覚ましていくと、なるほど、こういう理由だったんだ、じゃあそれを伝えてみようっていう感じで作ってる。面白い。いいですね。でもなんかそれは逆になんか理屈で考えすぎると何も書けなくなっちゃうんですよね。でも確かに難しくなっちゃいますもんね。だからアナログで書くのって結構その理屈から逃れるためにはいいかもしれないですよね。確かにもうしょうがねえ、こうなっちまったもんはしょうがねえみたいなところは全然あると思うんで。なんか諦めからのスタートみたいなところありますもんね。だって僕今日ずっとそうですよ今。まずい、これではなかった、まあいいかみたいな感じでずっと進めてますからね今。ちょっとこれで最後に僕がよく好きなのが、金色で色を入れるのが好きで、さっきも使ってたんですけど、これが今のところ気軽に、例えば多分今斉藤直樹先生もやられてると思うんですけど、金箔とかをやる作家さん多いと思うんですけど、なんか気軽さがないじゃないですか金箔って。ないです。だからなんか気軽に金色入れたいなっていうので、これがすごい、このオイルベースのこのなんていうんですかこれは。数々の金ペンをいろいろ試してみて今のところこれが好きですね。アーティストまた読めない。なんかあんまりメーカー名で覚えてなくて。パーマネントマーカーペンエクストラファインポイント 0.7 ミリオイルベースドってやつ。これ同じやつぜひ。例えばじゃあ目のとこ入れましょうって言って、多分動画だとちょっと分かりづらいんですけど、金が入ってきますね。そうなんです。こうやって金色になるんで、ちょっとだけアクセント最後入れようみたいな時に結構気軽に。すごい。結構光りますね。光る。めっちゃいいですね。これ以上ね、今残りの時間でやるとなんか打足をしてしまいそうなので、一旦僕はここで止めたいと思います。ありがとうございます。めっちゃすげえ。かわいい。でもなんか斉藤直樹先生の洗顔を使わせていただいてるからこそ、なんか源さんにしては珍しくお目目がキラキラの違う。いやそう
だって先生の描いてるこの力強い目があるからやっぱり、でもなんか終始ドキドキしてますね。なんかいいですよね。原産テイストもあり、なんか僕のテイストもちょっとこう端々に見受けられ、ザ・コラボって感じで。ああ嬉しいです。めっちゃちょっとザカザカと塗ってしまったんですけど。ありがとうございます。はい。じゃあさやの完成を待ちましょう。待ってて。断末魔みたいな聞こえてきた。待っててね。さっきもなんかすごい見えてきましたね。急にペンを入れ始めたら。本当はあと多分ね、最後5時間ぐらいこれ書きたいでしょ。これ書きたい。本当に書きたい。全然永遠にできるこれ。色鉛筆使うんだっけ、さや。あ、そう、使ってやろうかな。この上から色鉛筆で、あ、そうです。シャカシャカやるんですね。本当は多分時間があったら、ほとんどのペン入れをきっとこの水彩でね。はい。やるのが好きなんですけど。ちょっと急ぐので、急ぐときはじゃあ色鉛筆でやろうって感じだよね。ただなんか、ちょっとトランプとかして待っててください。もうちょっと色鉛筆だ。この作業がなんかすごい効果的ですね。あ、そう、線が入ると急に絵になります。さっきまでなんか、ぼんやりしてたやつが、絵が浮き出てきた感じがするのが好きなんですよね。この線画の作業で。やっとここまで来たよ、みたいな。もうなんか登山みたいな気持ちなんで、いつも。なんか珍しい。感覚的にはこの線の作業が一番最後に来るっていうのって、これなんか水彩が特有な気がするんですよね。そうですね。ゲンさん、これ耐えられないもんね。僕は耐えられないですね。先に線が来ないと絵がイメージできなくなっちゃう。そこまでずっとなんか我慢の時間みたいな。苦行の時間みたいになっちゃいますもんね。めっちゃ苦行です。書いてる。苦行なんだ。線入れないよってなってます。そう。たまに一部分だけ先に線入ってて、入らなかったんだっていう時ありますね。わー、こんな感じでいいかな。完成。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。すげえ。全然違う。これ許されますか、この違いは。面白い。面白い。こんな感じになりました。ありがとうございます。後でまたじっくりとやってみましょう。じゃあやってみようかな。やってみます。楽しみ。すごい。これなんかいっぱいあるけどどうしようかな。どうしようかな。画材カフェだと思ってください。はい。ちょっと楽しみながらやってみます。色鉛筆も。色鉛筆もよかったらやってください。これね、制限時間が。一応で、我々もうガン無視して15分ぐらいオーバーしちゃったんで。もうスタートしてます。はい。ちょっと最初、ゲンさんがやってた、この、ビャーってやるやつ、あれやってみたかったんで。アルコールこのインク垂らすやつ、ユポシっていうちょっと特別な紙があるんですけど、その紙でやるとまた全然違って、それこそほんとちょっと膜っぽくなるっていうちょっと特殊な紙があって、それもぜひ先生に試していただきたいな。選挙の時に投票用紙に使われてる紙ですね。あれですね。あれがなんかこのアルコールインクを垂らした時にすごいインクがわーってなって、そうなんだ。面白い。そんな特殊な用紙だったんですか。イラストピックが公式で出してるアルコールインクアート用の紙なんで、楽しそう。ここに出してみるとまた楽しいです。やってみたい。なんか選挙用紙っぽいくないです質感が。なんか結構ツルツルしてますよね。はい、そうなんですよ。ここに垂らすと2色をちょんちょんって垂らしていくとなんか面白いじわじわって感じになる。例えばピョンってやって、でそっちにもジュンってやったりで、そうなんですよ。ジュワーってなっていくんですよね、これで。これなんかちょっと模様みたいなのが出来上がり、でもそうですね。これで結構いろんな模様を作ってらっしゃる方も。面白い。で、さらに乾くとまたなんかじわっと、それこそ割れができたりとか。面白い。するんで、この後なんかドライヤーとかいろいろ使ったりして誘導したりするっていうこともされるらしいです。これいいですね。これ面白い。これ面白い。突然の画材体験講座。いや、面白い。これがさやがよく水彩でホワイトに使うボールペンみたいな感じですよね。めっちゃ白塗る。なんだこれ。それピュアホワイトです。ピュアホワイトだって。それしかもあれなんですよ。0.5、0.8、1.0、3本セットで売ってくれるんですよ。これすごいよ。だってほら。ここにも書ける。そうなんです。今ならなんと3本セットで。これやばい。これ絶対必要でしょ。いや、例えばなんかこの辺とかなんかちょっとはみ出しちゃったっていう時にこうあれば、確かにそれもできますね。ちょっとこう筆跡残してこういうのもありですよね。確かにザカザカザカ。気持ちいい。気持ちいいこれ。
これやばい。快感が。なんだこれ。楽しい。だからもう楽しんでる感じで書いてらっしゃる先生を見てるのも楽しい。やばいぞ。おい皆さん。おい皆さん。おい皆さん。もうなんか、おいみんな。おいみんな。なんか後ろですごい量の色鉛筆かまってなんか色鉛筆の移動販売みたいな人いますよ、後ろに。何にでも爆乗りするっていう恐ろしい色鉛筆がございまして。結構筆圧をグッと入れると。ここにも乗るってことですか？よく出ますよ、色。グッと力を入れると乗ったりします。あ、乗る。なんか仕上げの時に結構こういう際のところでこうやって、わあめっちゃ可愛い。ちょっと楽しすぎて。やばい、先生がどんどん楽しんでくれるから進めるのがどんどん楽しくて。ああこれ。不況が楽しい。これつい私。なんかこれだけで目が結構魅力的になりますね。めちゃめちゃ可愛い。すごい。お化粧された。やべえ。なんかこんないいんだろうかこんなこんななんか贅沢なことある？初めて尽くしなので本能で書いております。いつも緻密に設計してることをみんなに教えてるのに。本能で書いてます。今日はもう本能むき出しで。何これ？こんな楽しそうな。いやまあいつも楽しそうではあるんですけど。いやこれなんかちょっとおねっぽくやつ。何これ？すごい。これはじゃあちょっと夏目さん家に置いてこうかな。いいですか？いいんですか？いいんですか？いいんですか？今ちょっと言わないようにしてた。お邪魔でなければ。いやもうぜひサインを入れていただければ。もっと欲深いぞ。いやすごい。はい。待って30分しか経ってないの？30分。30分しか経ってない。うわー、いや楽しかったこれ。めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。なんかこの辺の味とかもなんかいいですね。こことかなんかめっちゃいい光が当たった感じになってる。これランダムになってるのにすごい楽しかった。はい、ということで3人とも作品が完成しました。じゃあ見せていきましょうか。いやもう3人とも全然違う感じになって本当に同じ線画なのかという、まあでももちろんこう自由にやってくれっていうあれだったので、ちょっと自由にやりすぎた感はあるんですけど、自由にやりすぎた結果ね、キャラクターも出しちゃった。いやびっくりですよね。なんか僕も線画描いてる時にまあ結構そのなんだろう強気な表情の女の子を描いたからまあそんなになんか方向性変わんないかなと思ってたんですよ。まさかこんなに差が出るとは思ってなかったので。そうか、なんかアナログの良さというか。そうですね。手癖が出やすいんですかね。なんかデジタルってやっぱりこうなんだろう一人描いたらその人にちょっと引っ張られるところがあると思うんですよ。まあなんかこれ取り入れようみたいな。でもなんかアナログって取り入れられないっていうあんま真似できないんですよね。なるほど、確かにそうかもですね。同じ動きをインクがしてくれなかったりしますからね。なんか今回僕思ったのはその書いてて本当に楽しかったんですけど、なんかその楽しさってどこから来るのかなって思ったらどこに行くのかわかんないけどそれを諦めつつもう前に進むしかない。ああでもめっちゃわかります。なんかめちゃめちゃ不安の中塗り進めるじゃないですか。戻れないし。これがねなんか本当に気持ちよくてなんかストレス解消になりました。よかった。あともうお二人がねどんどん画材を進めてくださる。これもどうぞこれもどうぞ。楽しくてなんか出したそばからいい色がねいい場所に入っていくから先生の反応が面白くてピュアホワイトぜひこれねこれ買ってください。買います。今回さやさんのこの紙が結構ね初めて知ったんですけどなんだっけアルシュっていう紙なんですよね。そうですねこれは。そうだからなんかすごい上品な仕上がりになるから真似しようかなと思ったんですけどこれアルシュじゃないから真似できないと思って確かになかったんですよね。ここ2つが先生が用意してくださってる色紙だったんですね。そうです。これはもう一般的なものですかね。一般的なやつです。これにジェストを薄く塗ってで下準備してきたんですけどもゲンさんのね教えてくれたこのアクリリックマーカーアクリリックマーカーが僕本当に好きになってよかった家でも買おうと思います。布教成功しました。それではですね夏目さんちのチャンネルでも僕が出演させていただいているコラボ動画だいぶ無礼を働いているそれ大変無礼な動画をコラボ動画がありますのでそちらもぜひ見てください。よろしくお願いします。こっちもめっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。